やばいよパパ、すごい天気だよ。すごいね。これね、シャワーのね、使った後の片付けになります。で、今エアコン入れました。で、ちょっとあれだね、車がまたバッテリー問題が怪しい。テレビがこういう感じるね。雨もすごいけど風が結構出てきたね。九州だって福岡県に入りました。大問題です。黄色いランプがついてるんですけど。はい、皆さんこんにちは、うーチャンネルです。皆さんこんにちは。僕らはですね、今納車され2週間のこのね、新しい相棒のサンちゃんに乗ってゴールデンウィークのね、初めての旅に向かっております。ようやく仕事が終わって、ちょっとね、うちは今年短いゴールデンウィークだったね。場所まで出てないんですけど、目的地までの距離ということで1498キロ、過去最長なんじゃないかな。もちろんね、今日今ね、仕事終わってスタートしてるんで、もうすでに時刻が5時半です。で、この1500キロのね、先がどこかというと、僕らね、まだ1回も行ったことがない、九州の鹿児島県佐多岬セットしております。あ、ナビがね。そう、この4極証明の最後の地、ついに今回ね、鹿児島県の最南端を目指すと。すごいね。ということで、このね、4極証明ね、どうしてもこれだけは取りたいということで目指しております。で、ただ、今回ね、旅としては宮崎県鹿児島県を中心にね、行けたらいいかなと思っております。で、ただめちゃくちゃハードスケジュールなんで、ほぼほぼ移動だと思うんです。そんぐらいね、結構今回ね、休みがそんな長くなくて、ちょっと詰め込んでおります。今これ佐多岬にしてるんだけど、一応ほら、前回さ大分も一応行ったけど、大分なんかちょろっとしか行けなかったじゃん。ちょっとね、大分もあさってに大分入りたいなと思ってて、ちょっと行きたかった場所がね、何個かあるので、そこも行けたらいいかなぐらいで、先にまずそこに寄るかな。で、高千穂とかね、ちょっと行きたいところ宮崎もいっぱいあるから、そこも寄りつつ、最後にたどり着くであろう佐多岬と。佐多岬までたどり着いたのかっていうのがね、この九州の動画シリーズをね、最後まで見てもらえると嬉しいです。これでサラリーマン全国制覇旅九州は行けたらコンプリートっていう形になるよね。そうか、もうコンプリートになるのかな。ただね、そのね、めちゃくちゃ弾丸スケジュールで組んでるから、本当にね、行けるかどうかまだ定かじゃない。ちなみに今日は神戸まで行けたら御の字だねっていう。そう、ちょっとほら今日ね、天気がね、あんまよろしくなくて、見たの通りなんですけど、この後ほら雨風がって言ってるから、どこまで行けんだろうっていうのが正直ね、まだ分かってないです。今1日の17時35分なので、3日午前ぐらいに入れたらベストかなと思っております。とりあえずまだまだね、群馬県なので始まったばっかりです。じゃあ次ね、まずは長野県の方にね、向かっていきたいと思います。やばいよパパ、すごい天気だよ。すごいね。急に天気悪くなってきたよ。今横川らへんだけど、めっちゃ天気悪い。前が見えない、本当にね。ということで、もうちょっと長野だけど頑張ってみましょう。今横川だから、ほぼほぼ長野に入ったかな。ね。次が軽井沢ということで、ここからね、長い長野県を走っていきます。はい。すごいね、雨もすごいけど風が結構出てきたね。雨はでもさっきよりかはちょっと落ち着いてはきた気がするけど。そう、横風注意が出てきて、だいぶね、暴風だった。ボンちゃんの時とはどう？いや、これね、バンクがあるから結構風の勢い受けますよって聞いてて、他のね、乗ってる人からママもそう思ってるけど、全然そんなでもないな。大型のトラックが横抜けてってもさ、そんなに揺れないんだよね。揺れはしないよね。そう、ボーンの時もカービィから変わって、最初やっぱすごい感動したじゃん。ダブルタイヤってすごいねみたいな、全然揺れないねなんて話してたけど、本当なんかね、あの時と同じぐらいのね、感動があって。あ、そう、これも全然揺れないんだよね。意外にも安定してる。しかもこれシングルだからね。そうなんだよね。ダブルタイヤじゃないから、この環境下でも快適かな。ちょっと小バス停のパーキング。まだまだ先長いからね。あと1300キロぐらいだったかな。
売店のレジ横の電子レンジをご利用ください。あ、なるほど。いいじゃん。あとコーヒー買っていく？あ、パパいらない？パパも食べる。どれ？よいしょ。今ね、パーキング到着。おばすて山。バステパー。じゃあ一回アンズのご飯ねあげちゃおうかなって。自分たちもなんかちょこっとつまみたいよね。じゃあこれ食べようと思います。こんな感じの車内です。ちなみに左側のこの枠の照明は自分たちでつけました。でこのね上のこの照明も僕がつけて、こっちも僕がつけました。これだけも結構明るいよね。ね。でもちなみに点灯するとこんな感じです。でも一気に家感出るよね。家感出るね。真ん中の2個がつくと一気にね明るくなります。よし、ちょっとパパも一回後ろ行こうかね。じゃああんずはちなみにここです。あんちゃんご飯だよ。あんずご飯だって。見とれ。こっちで食べようか。そう、これ意外と便利なのがさ、シェードじゃなくて実はうちカーテンなんですよ。こういうやつ。なんかシェードの方がね窓ガラスにペッてなるからいいんだけど、意外と使ってみたらカーテンだったらこっちね後ろの席に来てからもできるっていうね。シェードだと先に前でねガシャ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 やんなきゃいけないから。ああ偉いね。見て。ご飯食べてないんで身長180センチでも足だますね。なんかあれだよね、うちこのもともとついてたこのガラスのこれ、取っちゃったよ。こっちがね。いらなくないこれっつって外してきました。どうせこのまましか使わないしね。うちはね 120% 水使うから、水使わない人だったら確かにねこれ蓋してあった方が物を置けるからいいけど、時にでもこの中に入れとけばいいんだ。旅の時はあんちゃんいいよ。ナイス。結局席どっちの方が良かった？こっちのスタイルと普通の座席スタイルと。こっちのスタイルの方がいい。あ、そう？これねいいよね。このテーブルもねカインズで2000円ぐらいで売ってた、ちょうどいい。となんかよくあるケーブル隠すやつ、これも2000円ぐらい。十分これで。今回でもねあれだよね、100均ばっかだよね。100均ばっか便利じゃん。低コストでこれをねシートベルトもこれつけれるからいいよね。そうこれだよ。これができるタイプのヨーロッパ車って本当に少ないんだよね。ね。ヨーロッパ車どうしてもねキッチンがまず後ろにあるもんね、席の。あ、そうで今回の旅で一番ねやっぱこの変わったのはね、この冷蔵庫ね。もうめっちゃ入るようになった。いっぱいです。そう、ご飯からスイカからそう野菜も入って、でしかもこっちも置けるし、まだ入るからね。ね、結構買い込んだと思ったけどね。で上も上がさ冷凍庫すごいね。思ったよりも入るから、ちょっとねこんなに入んないだろうと思って買ってきたんだけど全然入ってない、ものもいっぱいあるから、まああとは車で完結。止めれさえすればねなんとかなるスタイル。でもさマジで広いのよ。うーちゃんがここで寝ながら、あんずがそこで寝ながら、ママがあそこで寝れるぐらいです。寝れるっていうか座れるぐらい廊下。なんかさこういうなんか地味に嬉しかったな、こういうかけれるスペーああ、なんかね意外とこの車やっぱファミリー向けだよね。ス。ドアのとこもこういうのついてるもん。ほらそう。なんか犬とかいたらねここにリードをかけてもいいしね。そうでこれねよくパーキングで売ってるやつ。これをさこのままさデュカットの中で飲もうとするとさ、運転席さドリンクホルダーが足元で、だから取りづらい。このタンブラーねに移すと、そうすれば俺思ったよりそんなに入ってなくない？よいしょ。あ、ちょうどいいよ。これだったら蓋があるから、ロックもあるからこぼれないと。ゴミ入れて。これはカービィで、これはボンちゃんから持ってきた、いろんなパーツがねところどころにね引き継がれてる。よし、じゃあそろそろ行きましょう。あと1300キロシートベルトしてね。反対だよ。近いね。今なんだかんだ1時間ぐらい休憩してたから、これからね再出発です。で目的地をねちょっとね変えました。佐多岬だと絶望的な距離だったんで、とりあえず大分まで入ればなんとなく宮崎鹿児島が見えてくるんで、それでも1033キロ。とりあえずの神戸に向かおうかはどれぐらいかかるんだろうね。長えな。神戸で400キロか。長野に入ってすごい寒いです。そう夜。よし、じゃあ出発です。
大問題です。ちょっとね今ねこれメーター見えるかな、黄色いランプがついてるんですけど、この黄色いランプがねなんとねアドブルーらしいです。アドブルーの残量低下ランプ、これ実はね納車前にもついてたんですよ。ついてて、でそれを言って補充してもらったんですよね。まあ当然納車前に入れますんでって言って補充してくれたんですけど、それからどんぐらい、まだ1000キロも当然走ってないんですけど、今ちょうどリアルタイムにつきました。ピピッつって、このアドブルーのランプがついて残量がなくなっちゃうと、本当にねなくなっちゃうとなんかねエンジンがかからなくなるみたいな話を聞いて、それが心配なんですよね。そんなことはないと思うんですけど、万が一これ本当に残量がなくてね止まっちゃうなんて言ったらエンジン止められなくなっちゃうから、一回スタンドにあるかな。そんなに減るの早いっていう。抜けてないよね。でも抜けてたら家でわかるか。漏れてるはずじゃん。そしたら、ちょっとねでもね気になるからちょっと一回スタンド寄ってみてアドブルーあれば入れておこうかなと思います。どうやらちょっと確認したら、そもそもアドブルーがそんなに入ってなかったみたい。入れてはくれてたんだけど、5リッターぐらいしか入ってない。そう最初から5リッターしか入れてませんだったら自分たちも追加で入れてたけど、分かんない状態で渡されちゃったから、まあ、とりあえず一旦ちょっと怖かったから岡谷で一回降りたすぐのところにここ宇佐美があるので、ちょっとアドブルーもう速攻入れとこうみたいな。よかったね、近くにあって。今宇佐美さんのところでさっきのアドブルーあるよとか言ってたけど、あそこはトラック契約してる専用の人のやつなんでしょ。そうで一般の人でも売れないわけじゃなくて、これで売れますって言われて、5リッター3リッターパック。そうでもこれもね4発までしか売れないんだって。多分在庫の関係があって。そっか、今なんかいろいろあるもんね。ってことで4パックとりあえずね入手したんで、一旦これはここで入れていいって言うんで全部入れちゃいます。入ればね。ただ消えたんだよね。そう消えたから何だかわからないね。わかんないね。結構カラッカラなのかな中ね。あと何個分入るかなね。でもこれさメモリーとかないからわかんないんだよね。そうだよね、感覚。とりあえず今ね警告灯は消えました。さっきなんかエンジン1回かけたら消えたんだよね。12リッター分買ったんだけど結局ね8リッターぐらいしか入らなかった。溢れちゃうこれ以上入れると。だから残りはストックにして、まあ溢れてんのかわかんないけどね、実際のところ。はい、ようやく岐阜だね。岐阜です。いや予定よりもね実はもう2時間遅れてる。あんずのご飯休憩を挟んだり、ね、あとアドブルー事件があったり。そうアドブルー事件がなかなか時間食ったよね。まあでも入れられなかったらもっと大変だったからよかったんじゃない。これデュカトじゃなくてもアドブルーが入ってるディーゼル車なのね、同じことがありえるからね。まあそんな感じで一応ねメーターは消えたから、まあ一応今のところはね不安要素はなしと。でこの後が中津川とか、あと恵那峡ね。ちょっとなんか長く感じるね今回。長いよ、2時間もタイムロスったもん。なんだろうね、いつもは恵那峡まで意外とスッてきてこっから長いねって話すんだよね。最初からいろいろある旅だなっていう。まあそういうのも旅だよ。さあ頑張って進もう。やっと愛知県。一瞬の愛知。そう、まあ岐阜愛知岐阜で滋賀。まだまだだね。小牧東の後のさ、小牧オアシスって何？こんなんあったっけ？なんだろうね。なんか聞いたことないんだけど。パーキングのマークはついてるけどさ、なんもないね。何が入ってるとかないよね。なんだろうね。まだあれなのかな、開発途中エリアなの。わあトラックすごいね。わすごいねトラック。ここどこ？小牧の手前のパーキング。風がすごいなここ。養老を過ぎて今関ヶ原の手前なんだけど、めちゃくちゃ風吹いてる。木の揺れ方がやばかったよ。台風みたいです。ここだけなのか。でもさ横風注意の看板すごい出てたから、もともと風が強い地域なのかな。で持ってかれ方がねなんかねちょっとカムロードとまた違うんだよね。カムロードは結構大きく左右に振られるって感じがあったけど、なんかねこれね細かに右左に削られる感じがする。これは何でかわからないけど、なんか右左こうサササササみたいな動きをする。まだ風強い。だからこれ以上速度を上げられないし、
速度を上げて走ると多分もっと不安定なんだと思う。でもうすぐ彦根だからあと20分で彦根まで着けば滋賀かな。はい、今ですね滋賀県の多賀サービスエリアです。ここまで来たんだけど風が強いのと雨でなかなかねちょっと神経をすり減らしながら走るということで一旦ちょっと今入りました。でも時間もね1時なんでちょっとねどうしよっかな。本当はね西宮あたりまでは行きたかったんだけど、とりあえずちょっと一旦ねここで休憩します。ご飯も一回食べちゃおうか。よし、なんとかね止めれました。ここは空いてたね、さっきのとこめっちゃ混んでて結局ね止めれんかったから移動してきてこっちにした。1個先のパーキング、トイレ以外なんもないパーキング。電気使ってないよね。電気は使ってないからそうだよね、全く減ってないよね。バッテリーもマックス。ママは5分、うーちゃん2分。あ、そっかそっか、インバーターね。うーちゃんも食べるって言うので。ちなみにこれインバーター3000だから電子レンジプラスケトルいけるはず。でも今日は一応ねブルーティー AC200L 持ってきてるからお湯はこっちだね 200L で沸かして。そうだね、なるべくね節電。そうでこれ冷蔵庫電気結構食うんだよね。ガスよ、そのためのガス。まだ電源サイトの時はね切り替えちゃっていいけど、こういう人たちのせいでね座る場所がない。このペンギンのねエリアはねアンズのエリアだからねと思うじゃん。基本うーちゃんがここのエリア占めてる。ね、アンズここはアンズのエリアだよね。でもさうーちゃんさそこで食べれる？いける？ママその対面でいける？意外とねもうここでいいんじゃねっていうテーブル、今回はねこれにしちゃってるから意外とこれ便利だってよかったよ。これ標準のねなんか真ん中シート、こんなん絶対使わねえよとか言ってたのに結局使ってる、ね、やっぱうちはこのレイアウトの方がいいんだろうね。あんずがなんか意外とそわそわすんだよね。そうあんずが多分こっちの方が落ち着くんだよね。いいよ食べて。あんで邪魔だって。いただきます。やっぱさ車内はまだ FF 入れないと寒いわ。今日はね、今日だって道路のところ8度とかすごい変な時間夜食だね。運転してる時にがっつり食べるとマジで眠たくなっちゃって。でもうーちゃんだけはちょっと食べさせて。うーちゃんとあんず、この価格だけで見てたらボンみたいなね。すごいな、あんず初九州だね。たとえ120リッター入ろうが節水です。それには変わりがない。120リッター入ってもシャワーに使いたいから結局こういうところでは節水する、シャワーも節水だ。そうシャワーだってね一回も使ってないさ、あのシャワーヘッド外してさ速攻節水シャワーに変えたよね。書いた。しかも節水シャワーで割とうちの中では高い方のやつ買ってる、5,6,000円、6,000円ぐらいしたかな、7,000円ぐらいだったかな。ちなみにこのマット家で洗ったんです。一生懸命お風呂場で。標準のマット、純正マット、ラグマットなんだけど4年のね歳月が経ってるからね一回洗ったんだよね。たださやっぱなんかすごいの見て、この辺中古あるある劣化しててボロボロってしちゃう。もうこんな粉が、しょうがない。だから帰ったらちょっとこの辺裏貼ろうかなと思って。よし、もうとりあえずね歯磨きして寝よう今日は。よし、じゃあ寝ますよ。ママの寝る場所ちゃんと取っててよ。取ってるべきや。上はねこんな感じで。なんでなんかいた3人で見てんの。ぬくぬくとね。隣のトラックを何隣のトラックを見てる。そう隣のトラック見てる。もう寝るよ。あんず今のうちだ、やっちまえやっちまえ。何その我が物顔。はい、じゃあ寝るよ。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。今ね7時10分、室温 21.4 度、湿度 60% です。車内はね全然快適に眠れました。昨日の夜
外気温8度とかだったんですけど、まあ、車内はねだいぶ快適でした。ただ今日この後なんかね暑くなるみたいなので、まあ、そこはねちょっとエアコン入れたりとかね考えて室温をね調整していきたいと思います。はい、じゃあもう早いだよ。なんでじゃあ外ジェイクだね。なんかいたんで、やっぱこうやって見るとバンクでかいね。だいぶ広い、天井まではねこんぐらい高さあるから天井。うちゃん座れるぐらい天井あるから。さあ朝はコーヒーを飲みたいらしいのでお湯を沸かしていきますか。じゃじゃーん、なんかこんな感じになりました。意外とこれだよね、おとなしい。おとなしい。おっとはいかない。さすが。Lanjut. Nakaipan na ta. Duy入れちゃう。でもこのタンブラー良かったよ。ママも買おう。ちなみにアンズは降りてきて。長距離旅で車に慣れてくれるかな。ね。なんでそこが良かったの？まだ寝てていいよ。今日は暑いらしい。コーヒーそっちをどっちを。このドリックホルダーがねこういうとこにないんだよね。そうなの。まあ今のところ渋滞平気そうだね。じゃあ早々に出なきゃ。うん。ダメだ。京都がダメだねやっぱり。やっぱでも早めに出た方がいいね。食べたらもう出よう。うん。早く昆布起こしてきて。出発します。はい。車内で寝るのは快適だったな。うん。さあ行くぞー。滋賀からスタートです。どうやら京都は混んでるみたいだから。まあもう京都とかあの辺はもう仕方ないよね。いつ行ったって混んでるからね。さあ長距離旅でもまあ寝れたし睡眠の質は高いんじゃない？うん、だいぶちゃんと寝れたから。まあマットレスなのか寝ることに重点を置いてるなって感じはするね。なんかすんごい急に大渋滞ね。なんか新名神出口の方は通行止めになってて、このまま名神だと渋滞8キロになったけど、なんか自己渋滞っぽいよね。本当はこの名神新名神でこうペッて分かれてまた同じとこに出るんだけど、その片っぽがなんか事故で通行止めっぽい。だからみんな片方に集中しちゃってる感じ。そう。じゃあもう今京都のほんと手前、ちょい手前ぐらい。こんな感じでダラダラ進んでいきます。どれぐらいかかるんだろうね。京都に入りました。ね、なんとか京都入りで、なんか京都ももう混んでんのかなと思ったら意外とうちらが進んでる方向は混んでないけど、反対側は結構詰まってるよね。詰まってる。これも事故かな、なんか。だから意外とこの京都東京都南インターはスイスイ行けそう。普通にかわせそう。だからね、その先のね西宮のどっかしらで渋滞って書いてあった。まあそうなんだ。そうだ、まあだからところどころこういう渋滞がありながらのあれになるね、きっと。そうね。今日はこっから新名神。今までじゃあ名神だったんだね。ね。で今大阪に入ったのか入るのか、まあ大阪に入りましたってことにしておこう。今高槻ジャンクション今到着だね。
でもここまではなんかあれだね、渋滞抜けてからサクサクっと来れたね。ただこのあと30分後なんか赤いマークついてるからそうまた混むみたいだよ。渋滞っぽいよね。なんか上新しい道路ができるのかね。本当だ。なんか作ってるよね高速っぽいよね。ねえ、でもなんかあとちょっとでできそうな感じっぽそうだ、ね。でもなんか違う方向向かうのか。あ、でも一緒なのかな。どうなんだろう。これは難しいね。これはどんな感じなんだろうね。まあとりあえず大阪まで入ったと思われるから、次は兵庫かな。兵庫。いやー大渋滞だね。これさトンネルがさオレンジ色に光ってるの、これハザードみたいになってるってこと？なかなかね大変ですよ。先長いよ。これまだ別府でこれだからね。佐多岬ここからプラス300-400キロでしょ。もう納車してから1000キロぐらいしてるよ。すごいね。この旅行って帰ってきたら前のオーナーよかしてるよ。とりあえずね、この渋滞を抜ければ兵庫に入るかと思われる。はい、今ね川西インターチェンジ手前、渋滞の中。兵庫県っていう表示が出ました。こっから兵庫だったんだね。ねえ、でも全然進めてないね。まだ100キロ進んでないんじゃない？ねいやこれ抜けて神戸まで行ってもまた神戸から渋滞なの。ちょっとね予定よりもだいぶ遅れてるからちょっと心配で、やっと今走り出して、こっから多分神戸までは一旦また普通に走れて、でまた神戸よりか先が渋滞なのかな。はい、ここ権現湖サービスエリアでちょっと一旦トイレ休憩とかかな。ね、出発前なんだけど車内が少し暑くなってきたから、今ね温度的には約26度でそんなでもないんだけど、一応ちょっとエアコン入れておこうかなって。こんな感じでいいのかな。で今エアコン入れました。エアコンはね消費が27アンペアぐらいかな。今エンジンかけたんですけど多分走れば充電すると思う。で今いくつに設定した23度の風量に。23度の風量が2で、扇風機も使っちゃえばあそうだね、そう循環がねこんな感じで、あんまり直で当たってもあれだしね。よしよしじゃあ行こう。ようやく岡山県。なんやかんやで、もうね割とね時間がね過ぎてます。でようやく今渋滞ないゾーンになってきて、今ね時刻が2時なので到着予定時刻が8時ということで、まあもう今日中に九州入ればいいかなっていう。あでも意外と8時に着くんだ。あと499キロノンストップで行けば8時です。はい、今ですね広島県に入りました。はい、福山に入ってます。で広島通るのは2022年だから4年前の九州来た時だから、それ以来来てないんだよね。こっから先はずっとそうなるのかな。山口もそうだよね。そうじゃない。あれ以来だよね。でちょっとあれだね、車がまたバッテリー問題が怪しい感じだね。CTEC のスマートパスっていう、要はいっぱい充電させてくれる機能があるんですけど、それがねちょっとまた動いてないっぽいんだよね。だから今ルーフエアコンつけるとノーマル CTEC だけだから電力量が足んなくてマイナス30アンペアぐらいになっちゃう。だからどんどん減ってくんだよね。この問題はまたどっかで解決しないといけない。100ボルトルーフエアコンについては、これね結構情報がなくて今後のねあれを知りたいという方がたくさんいらっしゃったんですけども、今この私たちの 6.6 メーターのサンライト A68 につけてるんですけど、今エアコン切ったよね。前エアコンが届きます後ろから。それぐらいね冷房能力は強いです。冷えるか冷えないかで言ったら今のところは冷えてるね。かなり今日外暑い27度ぐらいだったかな。だったけどそれでもね冷えてます。全然平気です。今後ね真夏になっても、冷えるは冷えるんだろうけど、今のところそのバッテリーの方がちょっと問題だよね。問題。そこはねちょっと宿題として持って帰ろうかなと思ってます。とりあえず今休憩です。あんたは散歩だって。ちょっと外遊びたいもんね。パパはちょっと仮眠しよう。もう眠くて眠くて眠くてしょうがない。とりあえずね一旦休憩。あんずの散歩。車はあんな感じ。じゃあご飯食べる？どうぞ。
れ違う。さあアンズさんはここでちょっとお散歩もしたからでご飯も食べたからワンちゃんはもう OK。 やっと今ね広島東かな、どっからちょっと山口か分かんないけど、もう少し走って山口まで入って、何がいいってお風呂を探さなくていいのが最高ね、でも今日は車内完結型だから。あとは今ほらこれさ別府の方に合わせちゃってるから実際はもう少し手前、まあ福岡さえ入ってればいいから実際はもうちょっとだから近くなるのかな。まあ300キロまではいかないぐらいで多分九州につけると思うんで、これからねラストスパート。ラストスパート向かっていきます。はい景色すごいね、めっちゃいい景色。あすごい綺麗。はい、今ですね山口県の岩国市の方まで来ました。ようやくね九州の前最後の県です。本当にね長かったね、ここまで来るのに。長かった。まあまだ山口も長いんだけどね。まだここまで来れたから。そうまだね先が見えてきた。今日は雨とか降んなかったからよかったね。これが山賊なんじゃない？食べたいの山賊。ってことね。行きたい。めっちゃいい景色。よし、じゃあねここからねまずは壇の浦。そうだね、壇の浦一回入ろうかね。そうしましょう。やっと壇の浦のね文字が見えてきました。この壇の浦を過ぎたらいよいよ文字なんで北九州です。もう辺りは真っ暗でございます。一回ちょっと壇の浦は寄ろうか。壇の浦は夜。今日のなんか食べれそうなもんあったら買ったりとか。冷蔵庫には物入ってるけどね、あんまりねこの車ね買い物がどこまでできるかわからないからね、買える時に買っとこうスタイルなんだよ。そうでこっからさ実際さ今までだったらさ壇の浦行ってその後に降りてどっか温泉っていうかあれお風呂探してっていうのがあったじゃん。あった。そういうさ手順を踏まなきゃいけなかったけどさ、それがなくなっただけでも大きいよね。かなりね。今日はご飯も車で食べるけどシャワーも車で浴びちゃってってやれば別にどっかのね時間までにどっかの入浴施設行かなきゃいけないみたいなのもないし、そうそうだいぶ気が楽で、そんな感じでとりあえず今ね下関だね。あと3キロで4キロで壇の浦。さあもうちょっとで壇の浦のパーキングに入るよ。壇の浦のパーキング来るのも4年ぶりだね。4年ぶりにして2回目。あの橋だ、あの橋渡れば九州です。やっとだよ到着。ここでいいかな。よし、じゃあ行こう。上ちゃんここ来たのは4年ぶりです。そう、この橋渡ったら九州だよ。そっか、橋渡ったら九州か。そう、九州の最後のパーキング。よし、じゃあ行きましょう。壇の浦だ。壇の浦パーキング。1個だけ買おう。いやーすごいね。こうやって見ると高いね。ね。目の前が九州だと思うとなんかちょっと不思議な感じだね。北九州。よし。じゃあ車戻りましょう。はい。出発だぜー。行くよ。でこの後ここを上にくるって回ったらすぐさっきの橋、その橋を渡るといよいよ北九州。いやー自走は4年ぶり。かなり疲れたけど達成感はある。ボンちゃんの時と比べるとどうだろう。でもねクルコン使えるのは大きいかな。ボンちゃんの時それがなかったから足痛いは言わなくなったんじゃない。踏みっぱだったからねずっと。関門海峡ライトアップされててすごい綺麗だった。すごいね。九州です。九州です。うわーやっと九州だ。やっとだ。このトンネルのところで前も言った気がする、はい、やっと九州だって。福岡県に入りました。パチ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 。そうだね、あんずは初めてだね。あんずは初めて。さんちゃんも初めてだって。さんちゃんも初めて。うわーやっと入ったわー。大変だったわー。そ
そうでも今日はこの後すぐ来るパーキング、もうそこで今日はもう、終わりです。車中泊しようと思って。岸パーキングエリア、体力的に限界なんでそこまでにしか行かないです。だってさ、夕飯も食べてないしさ、そうちゃんとしたお昼も食べてないんだ、意外と。そうでお風呂も入んなきゃいけないからシャワーも入んなきゃいけない。もう8時50分だからね。多少はね車が大きくなって楽になった感はやっぱあるけど、言うても遠いよ。遠い。居住空間はすごい広々したからその辺のストレスはなくなったけど、まあ着いたら泊まっちゃえばもう。でもほら、なんかちょっと仮眠取る時もすぐ寝れるじゃん。そうだからそういうのとかは全然変わったけど、まあとはいえね、なんとかねとりあえず片道1000キロちょっとぐらい走って九州に無事に入りました。よし、パーキング台中型は空いてることを狙うね。中型っていう車庫を知ったから、わあ結構多いんじゃないの。大型、小型、中型っていうゾーンはなかった。でも入る、いけんじゃないの。あ、入るんじゃん、全然。もうちょっと先。でもこの辺でいいんじゃないの。無事に到着です。なんでそんなとこでチラチラしてんの。いや疲れた。であとはちょっともう車の中で今日は過ごすと。シャワーを全部車の中で済ますから。先にご飯。そうだね。あとこれ一回あれにしよっか、ノーマルにね。うーちゃんなんか檻に入ってるみたいだね。さっきあんず囚われたうーちゃんだね。そうあんずも入ってたよね。あんず入ってあんず真ん中入ってたの。囚われてたの。ちょっと足に引っかかってる。よし、これがね標準のマット。これを乗せて、よし。ここだけねちょっとボンちゃんやから大変だよね。で足を出してセット。よし、ご飯にしよう。ご飯。お肉か。鍋。フライパン大きいのないんだよね、うち。から鍋でやっちゃう。もうつけちゃうよ。蒸します。蒸せたね。なんか給食当番みたいな感じの。今のうちにボイルやっとく。一番上黄色くなったね。なった。スタート。ママはビール。パパはむっちゃんはいつものじゃあお疲れ様会だね。ねはい、じゃあお乾杯。疲れ様でした。乾杯。車内ちょっと暑いな。でも充電 90% まで回復したじゃん。よかったね。ポッカポッカ。寒かったり暑かったり忙しいよ。今なんかあれだね、電気点滅したけど、ボイラー終わったのかな。ふーちゃんちょっと確かめてみて。そのさ、オレンジ色のランプ消えてる？消えてる。緑だけ。緑だけ？あ、じゃあお湯が沸けました。じゃあお風呂入りましょう。じゃあパパだけ入るね。5リットルね。5リットル使だよ。い切ってくる。守ってね。よし、水量チェック。まず清水が 75%、排水がまだゼロだね。ゼロっていうか 25% までいってない。よし、じゃあこの状態でお風呂入ります。気温、室温何度26。結構なんかでも暑いよね。なんかボイラーのせいかめっちゃ暑い。一旦エアコン入れます。
周費エリアいいんだよ。そうマジでね、良くも悪くもだけどマジで強い。強さはすごい。その代わり電力も食う。稼働始める。ちなみにいつどの場面で使うかはわからないけど、こんな機能がついてます。光るシンクはどう？節水ってしてるよ。違う違う違う、広さとか深さとかああ、実際に使ってみちょる。っと奥すぎちゃって洗うの大変だ。あ、ここがね、あとびしゃびしゃになるよね。確かになんかシンクと机がね割と隙間があるよ。うーちゃんは関係ないね。うーちゃんは快適そうだね、君は。よし、じゃあパパはお風呂に入ります。いってらっしゃい。いよいよシャワーです。どんな風に準備するかっていうと、まあ、うちこれはね、これバスマットと、これはあれだよね、シャワー室拭くやつ、ちっちゃい椅子で、このスノコは出してた方がいいよね。でスノコをどけます。すごいコンパクト、ちっちゃいです。まあやっぱ座ってる方が楽だよね。これちなみにね、追加で照明ランタン、ただのランタン。なんかね、ここだけ照明がなくてちょっと暗いんですよね。まあ、でも全然入れたけど一応つけました。もうこんなんでいいね、こんなんで十分。このランタンちなみに Amazon で2000円だった。そうで、ボディーソープとかシャンプーは一応あそこね、こんな感じで置いてます。バスマット引いて、さあこれで準備完了です。どれどれ。ほんといいよね、車のシャワーっていうのはね、これがね、これのためにこの車買ったと言ってもね過言じゃないぐらい。さて、おじさんがお風呂に入っております。入っております。入っております。ちょっと聞いてみますか。いい感じ？いい感じだって。じゃあその間、うーちゃんとあんずとママはちょっとこの辺でぬくぬくしてましょう。はーい。女子会で女す。子会です。どうでしたか、風呂上がりおじさん。めっちゃ良かった。今日もお湯は最後まで余った。あ、じゃあくすぐってあげる。なんかいつもあんずとあんずお風呂上がりにさ、なんで足ペロペロ襲撃しに来るよね。はい、じゃあお風呂2番バッターうーちゃんです。はーい。あんずが見てるよ、ほら。何やってんだ公文って。はい、お風呂入ってこいよって。換気。あ、上ね、窓ね。あまりにもすごいから。そうそうそう。斜めだから排水されないね。う肩が温まっちゃう。ん。で、排水が今 25% がやっとつきました。で、給水もね 50% にはなってるんですけど、これね実際ね50から25が入れてる時もめっちゃ長かった。だからね75と100は結構ねすぐ消えちゃうんだけど、50、25は長いです。で、排水は25なんでまあまあ普通。でこの後うーちゃんが入ってどうなるかだね。じゃあうーちゃんたちがねシャワー入ってる間にパパはドライヤーをするんで、よいしょ。ちなみにこれ脱臭機かな。なんかね車とかはやっぱね料理とかすると匂いとか結構つくんで、最近これ置いてます。また電でやります。あー快適。アンズドライヤー待ってるんや。冷たいやつの OK。 はい、アンズはいつもこれで遊んでる。お湯どうだい？一応ボイラーねまた追い焚きしてます今で。なんか大丈夫みたいです。今回ねうーちゃんと僕で1回のボイラーの中でやってるからどうなんだろうね。うーちゃんやっぱ髪長いからね。男は全然余裕です。はい、今ねうーちゃんが出てきたんですけど、排水が 25% のままで給水も 50% のままなんで変動なしという。水量がね 50% から先がなかなか減らないっていうね状態というか、そういうね感じの測りみたいです。あとはこれでママが入ってどうなるかだね。今うーちゃんのドライヤーとかしてる間に一応ねママの分はもうなくなっちゃってる可能性があったんで、ボイラーもう一回炊いて、だけどすぐ沸いたねこっちも。はい、いってらっしゃい。はい、今ねママが出てきたところで、まず排水 50% です。90リッターのうちの 50% なんで45リッターかな。で給水これは残り 25% です。ここの数値がねちょっとおかしいんですよね。来る時はもちろん 100% できます。で120リッター入って 100% なんで120リッター入ってるんですけど、残り 25% になった段階で給水が 25% であったら排水はね最低でも75いってないとおかしいんですよね。排水の方が90リッターしか入んないんで、この辺の数値がなんかちょっと合わないんだよね。この辺はねお湯を使ってみてね感覚的なところもあると思うんで、数値よりも
まあ、その辺でね、ちょっとね、今後ね共有できたらいいなと思っております。これねシャワーのね使った後の片付けになります。基本的にはこのシャワーパンのところが濡れてしまうので、まあ、ここの掃除と、あとはやっぱりこの辺ね全部濡れちゃうんで、よくね車の洗車とかで使うような吸水系のタオルですね。これシャワー用に2つ買いました。これをねうちはシャワー室で使ってます。でこれねシャワー室が使い終わったらまたスノコを戻すと。でスノコを戻してその上にシャンプーとかまた乗っけると。どうぞ。気持ちがいい。これなんかね慣れたらね結構簡単にくるって回せました。椅子いい感じ。うーちゃん運転席なんか座ることないもんね。パパいつもそこに座って運転してるんやね。アンズはもうゴロンしてます。ジョージと一緒に。やっぱここはこのスタイルの方が使いやすいかな。はい、じゃあママもねお疲れ様でした。閉めといた方がいい。ああそうだね、上は最後閉めて忘れちゃいそうだよね。走行中で開けすると大変だから、一回閉めた方がいいかも。多分長押しできるんじゃないかな。100均のケースにそのまんま入ります。これどうする？後ろでもいいよ。結局ね下の段はね荷物置き場です。バッグ置き場。そう。はい、今ね初めてテレビ使ってみました。Chromecast をつないでるんで YouTube を見れます。もうねアンズはクッタクタです。うーちゃんはここからテレビ見れんじゃねえか疑惑です。見れるよ。かわいい。スピーカーはねこれもうカビゴンの時から使ってるやつ、そのまま使ってます。ちなみにパパはここの席に座る。ここに座るとよいしょ、こんな感じです。テレビが遠い感じるね。なんかこんなに綺麗だったのこの日だけだ。初めてテレビ使った。まあでも普通に使えるね。パパはノンアルちょうだい。もうないよだって。あ、それ作ろう、ノンアルの。これ買ったけどいい感じ。水切りでやっぱりねエアコン強いね。1位にしてるんだけどねめちゃくちゃ強い。でもね消費があんましなかったね、実際使ってみたら。外が涼しいから。わかんないけど。ちなみにこれはノンアールです。ノンアル梅酒っていうのをね前に買ったんだよ。これ長屋のアルコール 0%。 あーでも美味しいんや。甘くない。甘い。美味しい。さっきダンドーラで買ったやつ、いいんじゃない。でさっきのフグの柚子胡椒。でうーちゃんがあぐらをかけるぐらい。これお酒好きな人は多分好き。うまい。つまみ系だねこれは。よし、じゃあねせっかくね九州まで来れたからね今日はちょっとだけゆっくりして寝よう。寝る。よし、じゃあ今日は寝ましょう。なんとかね約1100キロぐらい走って無事にたどり着きました。ちょっとね佐多岬はね1500キロあったんですけども、これはねこのね九州鹿児島宮崎シリーズの後半の方にね向かうと思いますので、またそちらはねそちらで続けたいと思います。とりあえずですね今回は無事に九州までたどり着いたということと、あとはねこのねさんちゃんならではのね車完全完結車中泊っていうのをね試しにやりたかったから、それも良かったね。ちょっとまたね明日から九州をね旅したいと思うので、それはねまた別の動画でお送りしたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。皆さんおやすみなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもしたら、じゃあまたね、バイバイ。